ハンドメイドが仕事にできるのか、新規参入してくる人っていうのは1年でねだいたい20万人ぐらいいるんだって。1年後どれぐらいの人が続けられなくて廃業していくかっていうと、はい、お疲れ様です。虹たまりの北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回話すのはハンドメイドは仕事にできるのかというテーマでね話をしたいと思います。なぜこの話をするかというと、ここに出てるんだけれども、今回ね僕が実施しているオーダー作家育成コース虹玉塾、これは何かというと、10ヶ月間僕の下で技術を学んで、そしてオーダーのノウハウ、そして仕事としてやっていくためにはどうしなきゃいけないよっていうことを10ヶ月間かけて学ぶんだけれども、そうやってね卒業していくとオーダー作家として独り立ちしていきます。でそのね2期生に向けてちょっとね教える授業内容の一つなんだけども、これはね YouTube 見てくれてるみんなも同じようにいつか仕事にしたいなって思ってる人はたくさんいるから、だからねちょっとね一部ねシェアしようかなと思います。はい、そんなところでね本編の方をご覧ください。はい、お疲れ様です。それではね本日の授業を始めていきたいと思います。今回はねハンドメイドは仕事になるのかというところでね解説したいと思います。でなぜねこの話をするかというと、これから先みんなねオーダー作家としてやっていきます。これは本業だろうが副業だろうが立派な仕事としてやっていくことになるから、虹玉塾で10ヶ月間学んでオーダー取ってね作家デビューするんだけども、その後独り立ちしてやっていくときにしっかりとしたこういった考えを持ってやっていかないとうまくいかないよっていうところでね最初にね話をしておきたいと思います。仕事商売としてうまくやっていくためにはっていう観点で聞いてもらえばいいかなと思うんだけど、ラーメン屋でね考えると分かりやすいなと思っていて、今ラーメン屋ってすごくたくさんあるでしょ。中には何十年もやってるような老舗のお店だってあるし、新規参入してくるお店もね今いっぱいあるよね。だからそこら中にラーメン屋ができては消えてできては消えてってやってるよね。でなぜこれが起きてるのかっていうところを考えてほしくて、これはね時代が変わったんだよね。昔だったらどっかお店に行って何年か修行してさ、そしてそこでのれん分けしてもらったりとか、あるいはね独立したりっていう流れだったと思うんだけど、今の時代はネットを調べたらもう美味しいラーメンの作り方なんていうのはもうそこら中に無料で落ちてるのね。だから本気でラーメン屋やろうと思ったらそういったところでしっかり調べたり、本で勉強したりで、そういったものをベースにねしっかりと自分で研究してさ、美味しいラーメンが作れるようになったら、あとは資金さえ準備できたらお店開けちゃうんだから。だからそんな時代になったんだよね。参入障壁がものすごく下がったの。だからこんだけラーメン屋やる人が増えてきた。だけど当然ラーメン屋がたくさん増えたらライバル店だらけになるから、競争が激しくなって潰れていくお店もあるわけね。でこれをねちょっと見てほしいんだけども、これはね個人事業主にちょっと限定してるんだけど、廃業率っていうところで中小企業庁とあと総務省がね統計を出してたもので、ちょっとこれ1年前のデータなんだけど、基本的には変わらないから。で個人事業主、これ会社別ね、個人事業主として新しい事業を立ち上げて参入してくる、ラーメン屋だけじゃないよ、例えばハンドメイド作家も含めて全ての業種で新規参入してくる人っていうのは1年でねだいたい20万人ぐらいいるんだって。でその新しく参入してくるんだけども、1年後どれぐらいの人が続けられなくて廃業していくかっていうと、3割 30% が続けられなくて辞めていきます、1年後に。じゃあ5年継続できる事業はって言ったらね、もう 65% だよ。6割以上の人が続けられなくて辞めてってしまう。じゃあ10年後はって言ったらもっと高くなって、もう8割の人が辞めてってしまうっていうのが現状です。これはもう統計を取ってしっかりと出てるデータなので、もうこれが事実です。つまり参入障壁が下がって参加しやすくなったけど、しっかりとやっていかないと事業っていうのは続けていくことができないんだよっていうことがね分かると思うんだよね。だから本当10年以上会社経営とか個人事業主とかでしっかりとね事業をやってる人たちって本当にすごい努力をしてるし、本当に優秀だなって思います。だからねみんなも長く続けるためにはやっぱりしっかりとした努力を続けていかなきゃいけないよっていうところね言いたいんだけども、いくらこの虹玉塾で10ヶ月間勉強してね技術を学んで、そしてオーダー作家としてデビューしたとしても、その後しっかりと自分で
いろいろさらに勉強して努力を続けていかないと授業としては成り立たないからね、仕事としてはやっていくことができなくなっちゃうから、そこはねしっかりと今のうちに頭に叩き込んでおいてください。じゃあね、人気のラーメン店、いつも行列ができるようなね満席のラーメン店はなぜそういう状況を作れるのだろうっていうところを考えてほしいんだけども、これはねもう味で勝負してるわけじゃないんですよ。味が美味しいのはもう当たり前なの。だって今みんなねラーメン屋いろいろ行ったことあると思うんだけども、どこのラーメン屋行ったって美味しいでしょ。今大体ね美味しくないラーメン屋を探す方が難しいくらいもうどこも大体美味しいと思う。だからこそ味だけで勝負してるようなお店だとどんどん潰れてっちゃう。お客さん来なくなって、だって新しいもの好きだからみんな新しい方に流れちゃうし、でそっちの方になんかいい商品サービスがあったらねそっちに乗り換えちゃうし、そんな時代だから、じゃあね老舗のお店はなぜ人気なんだろう。リピーターをしっかり作れてんだよね。でリピーターが作れるっていうのはやっぱりそのお店に何かがあるわけね。他のお店にはない何か。それはもちろん味だってそうだし、あるいはねそのお店にしかない商品やサービスが提供されるのかもしれない。これは何もね食べ物だけじゃないよ。居心地がいいような空間を演出してるとかね、そういったものかもしれないし、あるいは大将の人柄なのかもしれない。とにかく付加価値と言われる部分だよね。味だけじゃなくてそれ以外にお客さんに何を提供できるか、よりお客さんに喜んでもらうためにどうしなければいけないかっていうことをとにかく考えて、とにかく仕掛けている。これをやらないで、お客さんが入るようになったからもう安心だなって言って動きを止めてしまう人っていうのはもうそこで終わってしまう。絶対に成長していかないからね。だってね時代はものすごい勢いで進んでるんだよ。今 AI が進化してどんどん世の中目まぐるしく変わってる。その中で安定を求めて止まったら時代は進んでるんだから、実は自分は安定して止まってるだけのつもりかもしれないけど、どんどん後退してってるからね。だからそこを理解しておかないといけないです。でね、今の話をハンドメイドにね、羊毛フェルトにぜひね置き換えてね考えてみてほしいんだよね。そうしたらこれから先虹玉塾を卒業した後ね、どういう風に立ち回っていかなきゃいけないかっていうのがねちょっとね理解できたんじゃないかなと思います。はい、というわけでね今日の授業はねここまでにします。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでね、ハンドメイドはね仕事になるかという話を今回しました。でハンドメイドはね仕事にできます。実際に僕が仕事にしてねこうやってもう6年もハンドメイドの収入だけでやってるんだからね。それは僕が実践して証明してるし、で今はね昔と比べて多くの人が僕と同じようにハンドメイドだけで食べてる人は多いです。ただしやっぱりねさっき見せたように事業としてやっていくんだったらしっかりと取り組んでいかないと、もう1年後に 30% の人が消えてって、でね5年後にはもう 60% 以上の人が続けることができない状況が起きちゃうんだから、やっぱりねどんな事業をするにしても努力を続けなきゃいけないし、勉強も続けなきゃいけないです。そしてどこかでね安定してよかったこのまま行こうなんて立ち止まることなく、やっぱりね前に進み続けなきゃいけないし、進化し続けなきゃいけないです。作品を作って売るっていうことを一つにとっても、今までは作ってミンニやクリマのハンドメイドサイトで売る、あるいはマルシェとかに行ってお店出してね売るとかっていろんなことをやってきたと思うけど、今の時代他に方法はないかなって考えた時にまだまだやり方あると思う。新しいやり方だってあると思う。みんなねやっぱりハンドメイド作家がなかなかこう食べていけない、うまく稼ぐことができないっていうのは、やっぱりねずっと古いやり方だけに固執してやってるなって僕は思っていて、もちろんイベントはね大きくなってきたし、いろんなねネットを使ってやれるようにはなってきたけど、だけどやっぱり一つのやり方っていうかな、今まであった従来のやり方からこう飛び出ることができないで、みんななんかここでうごめいてるなっていう感じがしていて、今日ラーメンの話をしたけど、やっぱり違う業界の全く違うところを見て、なぜこのお店はね例えば繁盛してるんだろうとか、出かけた時に行列できてるお店なんかあったらどうしてああいう風にお客さんは並んでるんだろう、どうして行列ができてるんだろうっていうような視点で物事を見るようになると、きっとね自分の作品を販売していくっていうところに何かしらヒントが転がってるから、そんな風にね考えながらね日々どっかでヒントを拾うようにするとねいいんじゃないかなって思います。はい、そんなところでね今日の話はね以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。